売上が上がる AI 活用小坂井チャンネルスマート8代表の小坂井です。このチャンネルでは生成 AI を活用した売上が上がる方法について発信しておりますので、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。今回のテーマは Salesforce× クロードコードで売上が動く3つのユースケースというテーマでお話しいたします。Salesforce って営業管理ではかなり使われている印象あるんですけど、売上改善だったりとかに使われているケースも多いんですか？まだまだそこまでいけてる会社は少ないので、どうやって売上につながる分析っていうのをしていくのかっていうところについてお話しいたします。Salesforce がうまく売上改善に活用されてない理由ってありますか？大きく2つあります。1つは Salesforce って自由度が高すぎて、どうやって欲しいレポートを作っていくのかであったり、やりたい分析をしていくのかってところを Salesforce 専門に扱ってる人ならできるんですけど、扱ってない人からするとすごく操作が難しいっていうのが1点目。もう1つは売上につながる分析切り口を見出すのがむずいっていうその2点です。今回はですね、レポート作る工数を減らしながら分析の切り口も AI で参考にしながらやることによって、その2つを解決する方法についてお伝えいたします。1つ目のお題ですね、カスタマーサクセスのヘルスコア可視化になります。これはですね、Salesforce 上の商談であったり、クライアントとの定期的な定例のメモっていうところと、SaaS とかプロダクトを持たれている会社ですと、ビッグクエリであったりとか、サービスの利用実績が貯めていかれているようなデータ、そこと連携させながら、顧客のヘルススコアという状態ですね、ここを可視化させていくというものになってます。すべての顧客にリッチに対応、ハイタッチに対応するってことは、リソース上限界があると思いますので、どこのクライアントがチャーンリスクがあるのかっていうのを判別するっていうのは B2B の SaaS においては重要かなと思っております。そこを複数のデータをつなぎ合わせながら検知していくのが大事になるんですけど、工数がかかっていくところが今までの課題でした。今回はですね、クロードコードを使って Salesforce のデータから取ってくるというところと、ビッグクエリの FCP を使ってデータを取ってくるって、その2つをやることによってカスタマーサクセスのヘルスコアレポートっていうのを作るっていうデモをさせていただければと思います。事前にヘルスコアレポートを作るプロンプトを私の方で作ってますので、こちらを実行いたします。今はですね、ビッグクエリにデータを確認するっていうところと、Salesforce からデータを取ってくるっていうところを順次実行していきながら、最終的なレポートを作るところをやってます。今はビッグクエリのところを実行していってる形です。英語の文字列がたくさん出てると思うんですけど、理解できてなくても実行できるのが良い分かなと思います。ビッグクエリの認証を求められたので、認証を実行します。ビッグクエリの MCP の認証が通ったので、実行を続けておきます。クロードがビッグクエリの内容を読み取って、MCP というビッグクエリと Salesforce をつなげるコネクターというものを使っています。MCP でつなげるのと API キーを取得してそのデータを渡してあげるのと、どっちの方が推奨とかあったりするんですか？今の AI ですと API でもほとんど操作感変わらず実行できるんですけども、 MCP は AI が自然言語で扱えるようになっているので、 MCP を提供しているものに関してはそこと接続してあげた方が便利かなと思います。ビッグクエリの集計が完了したという形ですね。Salesforce 側にレポートを入れている形ですね。視聴者の皆さんはカットされたものを見てると時間の長さがわからないですけど、短い時間でここまで至りましたね。そうですね。作成されたレポートを共有させていただくと、これはデモ会社になっているので架空の会社になるんですけども、ヘルススコアっていうのを実際のサービスの利用率であったりとか、直近ログイン数とかを元にですね、最終的にこういったレポートのスコア所見みたいなところも出している形ですね。 CS のメンバーはわざわざ Salesforce とかビッグクエリのデータを見に行かなくとも、リスク判定がヘルシーなのかヘルシーじゃないのかっていうところを見た上でアプローチをするかしないかを決めることができるということですか？合っております。自由にこういった列を追加したいであったりとか、ヘルスコアの所見も商談のメモの内容とかを見ながら分析したりであったりとか、何をもとにチャーンリスクがあると言えるのか、アプローチしないといけないと言えるのかっていうところを過去のデータから分析して、こういう傾向があるみたいなところを出させてからレポートのスコア基準に落としていくと、過去の実績をもとにここはリスクがあるっていうところが言いやすいと思うので、そこも AI に任せることができます。チャーン分析がしたいですと、チャーンした企業とそうでない企業の過去のデータをチェックしてと依頼して、チェックした上でチャーンのリスクがありそうな集計軸っていうところをラインナップしてって指示したら出してくれて、それをもとに分析をしてってやれば、ここが怪しそうみたいなところを AI の方で分析してくれて、それをもとにチャーンリスクを予防するヘルススコアを決めるロジックを作ってくださいって依頼したら、そこで叩きができたりするので、それをもとに若干違う部分とかそうでない部分とか修正していく、そんな流れがいいかなと思います。分析得意な人は仮説が強くていいと思うんですけど、そうでない人、あるいは強い人であっても自分の思っている仮説じゃない部分っていうところが出てくる可能性あるので、 AI を使って分析させるっていうのは一個取り組んでも良いアジェンダかなと思っています。
こういったカスタマーサクセスのヘルススコアっていうところを可視化するってことが、クロードコードとビッグクエリ、セールスフォースをつなげることによって可能になりました。スコア算出させて、顧客を分類させて、どういう風な声かけであったりアプローチしていいかっていうところも、セールスフォースのメモとかも見ながら最終的に書かせさせることによって、翌月のカスタマーサクセスのアクションがよりクオリティが上がる可能性があるってところで、ぜひチャレンジしてみてください。これでチャーン率が 1%、2% 下がるだけでも売上貢献につながるかなと。そこからチャーン防止戦略を書き換えるであったりとかも可能になっているので、特に戦略レイヤーの方であったりとかは、ぜひつなげて分析されると良いかなと思っております。今度はですね、普段営業上月次とか週次とかあるいはデイリーで見られているレポートをクロードコードを使って作っていくという話です。会社様によっては CSV で出力して、それを自分たちでこねて作ってたりすると思うんですけども、それもクロードコードでセールスフォースのデータを見ながら、こういったスプシを作ってであったりとかを依頼すれば、レポートを自由自在に作り変えたりできます。すでに作られているものがあるとは思うんですけど、柔軟に修正していきながらより使いやすくしていく、そこに工数をかけないでできるっていうのが便利になっているので、ぜひセールスフォースをクロードコードにつなげて実行いただけたらと思います。3つ目ですね、セールスフォースには営業のデータがどんどん溜まっていくと思います。このデータをですね、利活用していくってところで1個観点としてあるのは、営業の中で商談の成功率が高い人とそうでない人、そこに何が違いがあるのかっていうところを AI で自然言語を分析していきながら、何が違いとしてあるのかっていうところを出させるっていうのも活用方法としては良い内容かなと思ってます。ここでポイントになってくるのが、単純にトップ営業とそうでない営業を比較するだと、営業のタイプがあると思いますので、すごい論理的で話すことが強い人もいれば、関係構築が上手い人もいれば、クライアントのタイプによっても違うかなと思います。そこを分類させた上で切り口を比較させながら AI にトップ営業とそうでない営業何が違うのかっていうのを見に行かせるってことによって特徴を見出していくと、低いパフォーマーが何が課題かっていうところを可視化して伝えてあげることによって全体の商談制約率を上げるみたいになれば売上に貢献すると思いますので、こちらもぜひチャレンジしていただければと思います。今回はですね、セールスフォースとクロードコードをつなげていかにして売上につながる内容を出していくのかお話をさせていただきました。大事なのはまずはつなげてみる、そして作ってみる、そしていかに簡単に作れるのかっていうのを体験していただくのが大事かなと思います。そこからさらにより良い品質のレポートを作るとかは順次やっていただければと思いますので、まずはつなげて試してみるってところから始めてみてください。弊社ではすでにセールスフォースを使っている会社様、ビッグクエリを使っている会社様にヘルススコアのシートを作るご支援させていただいたり、研修の中でそういったやり方をお伝えしているっていうのもあるので、ぜひ概要欄からお問い合わせください。本日はありがとうございました。